2023年新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー9。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。エンジンスタート時のパネル面です。ご覧のように水温計がなく低水温表示が点灯するのみです。実際暖房のスイッチタイミングには水温計が必要です。これだとスイッチタイミングが分かりませんね。これは動画ナンバー1で移設したコムテックの 0602V です。 OBD2 につなぐと水温などいろいろな情報を見ることができます。ただ型が古く新型 N ワゴンには非対応なので今は電源プラグ稼働させています。またこの車はターボ仕様なのでブースト圧も表示させたいところです。単独にブースト系の増設も考えましたがすでに360度のドラレコも設置しています。ブースト系にしたとしてもソースは OBD2 なので今回はレーダー探知機を新調することにしました。そうすることでモニターが増えないのでダッシュボードはすっきりです。取り付け位置は金具を自作して感度の良い上吊り下げ式としています。 OBD2 接続は都市伝説もあり運営が難しい面もあります。この 0602V は全車グレース HV で問題なく OBD2 接続できていました。車検対応やディーラーが推奨していないなど自己責任の範囲は広いです。その点ブリッツの製品は N ワゴンに適合していて個人的には問題ないように感じます。今後もモニタリングを続けますが参考になれば幸いです。それでは動画をどうぞお楽しみください。開封。2が到着したので開封します。ブリッツ社の TL403R です。 OBD2 接続ケーブルも一緒に購入しています。検品のため中を見てみましょう。中身は電源ケーブル、台座、マニュアル、両面テープです。探知機本体です。ケース裏側はラバー塗装が施されています。 OBD2 ケーブルです。電源用ケーブルと説明書です。ケーブル本体です。電源用の XH コネクターで右がプラスになります。ディップスイッチがあります。電源用の説明書です。プラスを ACC に接続して設置につなぐだけです。前は電源接続はありませんでした。ディップスイッチも前と同じです。オン側を間違えないようにセットします。ホンダは2番と4番がオンですがこの説明書では矢印の向きが違っています。気をつけましょう。違っていると壊れないものの
電源が入りません。電源ケーブルは割り込み端子もついています。コネクターは構造上逆には差し込めません。向きを合わせて差し込みます。ケーブルが少し長いですが、設置場所を考慮したものと思います。XH コネクターをつないで 200mm ほどスパイラルを巻いておきます。もう一度ディップスイッチを確認しておきます。スパイラルは7ファイを使いました。本体は金具を貼り付けました。脱脂する際はラバーコートを溶かすものがあるので要注意です。裏がラバーコートなのでゴム用のテープを使いました。本体が結構重いので接着はよく確認します。これで取り付けの準備ができました。季節 OBD2 コネクターとの比較。コムテック 0602V で使用していた OBD2 コネクター OBD2R2 です。よく見るとここにシールが貼ってあります。剥がすと XH コネクターが隠れていました。ディップスイッチの設定は2番4番がオンなので同じです。ブリッツはコムテックの OEM 商品なので、もしかしたら電源を与えるだけでこれも使えるかもしれません。これは 2.54 ピッチのコネクターです。合わないのでこの下の 2mm ピッチですね。接続を試してみたい気持ちもありますが、今回はやめておきます。仕様と対応表。ホームページの中に対応表があります。メーカーを選択して検索します。車種をスクロールします。N ワゴンが含まれていることを確認します。ブースト圧も表示されることが分かります。 OBD2 ケーブルの対応型番を確認します。表を拡大しました。これだけ31項目の表示に対応しています。表示項目一覧です。赤字で注意書きがあります。この他にもバッテリーの電圧が 13V を下回ると電源が入らなくなります。
注意事項を拡大しました。上から13項目にわたって重要な記載がされています。その他いろいろ注意事項が列記されています。必ず一読した方が良いでしょう。こちらのディップスイッチ図は間違っていません。他に兄弟機種がありますが、画面のサイズやタッチパネルかどうかの差はあっても性能は変わりません。このモデルは画面が 3.1 インチになってタッチパネル方式です。こちらは画面が 2.4 インチでタッチ式ではありません。これだけ選択肢があれば十分だと思います。この記載は小さいですが重要です。こちらはトヨタ HV 専用です。購入前に自分の車に適合するかをよく確認して取り付けましょう。取り付け完了と確認。取り付け完了しました。ブースト圧と冷却水温度を表示させています。外部からも金具がうまく収まっているのが分かります。配線は A ピラー内を通しているのですっきりしています。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。